JR 東海で最後まで残された国鉄車両は国鉄末期に登場した211系関西本線の名古屋亀山間で最後の活躍。2022年3月で引退。名古屋から四日市まで約1時間。ここから終点亀山までは約30分の旅。この先の河原田駅から JR に乗り入れてくる伊勢鉄道のディーゼルカーも四日市駅を発着する。左手には出発を待つタンク車。ガソリンを松本方面に送り届けた帰りかな。貨物列車だけではない。この先現れる多くの貨物専用線の存在も四日市港の物流の多さを知らしめてくれるんだよな。まず分岐するのは哨戒橋を渡り太平洋セメント出荷センターに向かう専用線。かつてはさらに5社ほどの貨物を扱っていた。その直後に分岐するのは塩浜貨物駅に向かう塩浜支線。現役では昭和四日市石油へのタンク車のみだけど、かつては三菱化学と大阪の大手化学メーカー石原産業への貨物列車も運行されていたそう。見ているだけで忙しい車窓だな。まだまだ続く。右手に三菱ガス化学専用線跡、左手に味の素専用線跡が並走すると南四日市駅に到着。構内の広いヤードが物語っているように、かつては複数社の専用線から貨物列車が集まってきていた。2018年 JSR 旧日本合成ゴムの貨物列車廃止を最後に、現在は全く貨物列車が来なくなっている。草むした線路がまたそれを体現しているよな。南四日市駅はかつての国鉄伊勢線の分岐駅としての性格を持っている。0キロポスト伊勢線と書かれた看板と植え込み、美しく芸術的な見た目はまるで生け花のようで、興味のない人からは理解されないだろうな。2018年まではコンテナ貨物列車が発着した JSR の貨物ホーム。一両も貨車がいない光景は逆に不自然なほど整然と設備が残る。さらに南に伸びるのは三菱化学の専用線。こちらも今にも貨物列車が現れそうなほど綺麗にレールが残っているな。いつかまた使われるのではと期待してしまう。この他にも金棒と東亜棒の専用線も存在したそう。これでようやく落ち着いたな。なんだか専用線を見ているだけなのに忙しかったよな。上下線からそれぞれ内側に関西本線が分岐し、外側の線路が高架になって関西本線をまたぐ。昭和48年開業、日本鉄道建設公団が作った国鉄伊勢線、現伊勢鉄道伊勢線だな。関西本線と紀勢本線の津を短絡する路線で、特急南紀や快速三重はこちらを走って松阪方面へ急いで行く。分岐器は伊勢線側がまっすぐ、
関西本線側が速度制限を受けるようになっていて、路線の性格の違いが出ているよな。本線と名前が付き、しかも83歳も年上の関西本線に分岐させるなんて何たる無礼か。図が高いぞ。関西本線の代わりに怒ってみる。伊勢鉄道は河原田駅が分岐駅。関西鉄道開業から間もなく建てられた明治24年竣工の笠戸駅舎。駅舎のすぐそばまで崖が迫っているからかな。駅舎の正面ではなく妻面側に入り口が付けられた変わった構造。あれは50年以上も前に引退したはずのコンベア CV240 が飛んでいるではないか。幻覚？長旅で疲れが溜まっているのかな。いや、よく見ると鉄柱の上に固定されている。この機体は1948年に使われ始め、1964年に東和航空が購入。貴重な飛行機がまるで離陸直後のような素晴らしい雰囲気で保存されている。航空ファンの社長さんかな。左手に紀勢本線が近づいてくるの。終点亀山駅に到着。関西本線はこの先 JR 西日本に変わり、大阪の JR 難波まで続いている。名古屋亀山間が 59.9km、JR 難波までが 174.9km だから、ここまでで約 34% か。
春の行楽シーズンだからホームにはハイキングに行く団体客が大勢いる。関西本線でさらに先まで行くみたいだな。この先の関西本線は鈴鹿川や兜川に沿って鈴鹿山脈と布引山地の合間の自然豊かな地帯を分け入ってゆく。亀山から和歌山市までを結ぶ紀勢本線。伊勢線が開通するまで松阪方面へ行く特急列車はここ亀山駅で進行方向を変えるいわゆるスイッチバックの手間がかかっていた。紀勢本線もかつては国鉄ディーゼルカーの宝庫だったよな。亀山終着、亀山でございます。毎度ご乗車ありがとうございます。JR 東海最後の国鉄時代に製造された車両211系0番台。名古屋や東京地区の東海道本線をかけるイメージが強くあったけど、今回の旅で目にした関西本線を走る211系の雄姿を決して忘れることはないだろうな。